どうも皆さんこんにちは、柴です。今日は10月に買った漫画を紹介していきたいと思います。では早速いってみましょう。まずはこれですね。呪術廻戦の17巻、善意直哉くんが表紙です。善意家その血ということで、帯には12月24日公開の呪術廻戦0を描かれてますね。裏は乙骨の声を演じるのが尾形めぐみさんというのが紹介されてます。映画がめちゃくちゃ楽しみですね。続きましてこちらダンダダンの2巻、こちらジャンププラスで毎週火曜日更新で連載している漫画なんですけど、僕が本誌よりももしかしたら楽しみにしている作品ですね。ダンダダンめっちゃ面白いです。まだ読んでない方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。まだ2巻なんで全然追いつけますよ。そして次がこちら僕のヒーローアカデミア32巻ですね。ついに終章に突入したヒーローコミックの金字塔、これからどんどんクライマックスに向けて熱い展開が予想されますね。本誌派の人はこの表紙の女性の方わかると思うんですけど、僕全然読んでなかったのでこの巻で初めて知りました。いやーなんかこう切なくもありみたいな感じで、ちょっとなんか何とも言えない気持ちになりましたね。続きましてがこちらブラッククローバーの30巻、こちらもスペード王国編が佳境に入ってバチバチ悪魔と対峙しております。映画化も決まってそっちの方もめちゃくちゃ楽しみでございます。ブラクロ好きで今スペード王国編佳境なんですけど、この先にどんな話が待ってるのかちょっと心配な感じもするんですよね。ここで終わっちゃうのかななんていう。ブラクロの単行本にはたまにカードがついてるんですけど、30巻は悪魔メギュキュラがついてました。ホログラムっぽい感じでキラキラして綺麗です。そして次がマッシュルの8巻ですね。鍛え抜かれたパワーで闇の組織を叩きのめせということで、魔法が使えないマッシュバーンデッド主人公が敵をこう肉体一つで倒していく、まあギャグ的な感じのでもちゃんとしたストーリー漫画ですね。マッシュルも今回はこういったおまけみたいなのがついてて、クリアスタンドシートがついておりました。可愛い感じにキャラがデフォルメされてていい感じです。続きまして坂本デイズの3巻ですね。 UNEXT 賞受賞ということで、坂本デイズは僕の中で結構グイグイ来てる漫画で読んでて面白いです。本誌の方も読み始めたんですけど、今結構熱い戦いでいろんなバトルがね繰り広げられててめちゃくちゃ面白いです。ちょっとねハマってます。登場人物はこちらっていう帯もあるのでちょっとね分かりやすくなっています。続きましてこちらですね、アンデッド・アンラックの5巻です。6巻がものすごくいいという話を視聴者さんから聞きまして、めちゃくちゃ楽しみにしていたんですが、今月は5巻までしかちょっと買ってなくてですね、6巻は来月の楽しみにしたいと思います。アンデッド・アンラックは結構展開も早くて、こう能力者バトルものなんですけども、能力者も出し惜しみせずこうバンバン新しいのが出てくるので、こう読んでてね全然飽きません。ぜひ読んでみてはいかがでしょうか。続きまして夜桜さんちの大作戦の7巻と8巻です。夜桜さんちの大作戦は好きなんですけど、7巻からめちゃくちゃ面白くなってません？これ僕だけですかね、思ってるの。もちろん1巻から6巻も面白いんですけど、7巻からなんか急にギアが入ったというか、なんかこう新しい展開にこうどんどんなってって7巻8巻めちゃくちゃ面白いです。この先もめちゃくちゃ楽しみです。
そして続きましてボルトの2巻ですね。ボルト買うのもちょっと少しずつになってしまっているんですけども、地道に買い進めていこうかなと思っています。2巻の内容はなんか見たことあるなと思ったら、多分これ映画の内容なんですかね。なんとなく既視感ありました。なので3巻以降をね早く読みたいです。そして続きまして忘却バッテリーの3巻と4巻ですね。これはもう表紙の通り3巻が東堂の話、4巻が千早の話でした。この2人もキャラめちゃくちゃ立ってるのでめちゃくちゃ面白い巻ですね。シリアスとギャグがいい感じに入り乱れてるので、忘却バッテリーはなんか読んでて面白いですね。本当にギャグなのかシリアスなのかっていう。そして続きましてこちらブルーロックの16巻ですね。日本代表の長友さんも興奮しております。530万部突破ということで、1個前の動画でブルーロックを読みながら、主要メンバー4人をね紹介するという動画を上げたので、もし見てない方いたらぜひご覧になってはいかがでしょうか。ブルーロックめちゃくちゃ面白いです。世界一以外いらない、今ここで勝ちたいやつだけが新時代の扉を開くということで、強烈な個性のあるキャラが縦横無尽に暴れ回っているサッカー漫画、面白いです。そして続きましてこちら彼女をお借りしますの2巻ですね。彼女をお借りしますもちょっと少しずつ購入という形になってるんで、この先も買い続けていきたいなと思っております。2巻はマミちゃんが表紙なんですけども、この子めちゃくちゃ怖いです、読んでて。続きまして週末のワルキューレの12巻です。テレビアニメの第2期が制作決定ということでめちゃくちゃ楽しみでございます。12巻は釈迦対ゼロ服のバトルの続きなんですけども、最終的に雲行きが怪しくなってきたというか、どうなっていく展開なのかちょっと分からなくなったので早く13巻を読みたいです。そして今月はこれがラストになります。汗と石鹸の10巻と11巻ですね。11巻でついに完結しました。汗と石鹸は結構社会人ラブコメな感じなので、読んでてほっこりする感じが僕はとても好きでした。そしてこの最終巻あるあるなのかもしれないんですけども、この登場人物がたくさん表紙と裏表紙にいるこの最終巻めちゃくちゃ好きです。スラムダンクとかもこうだったと思うんですけど、皆さんは好きな最終巻とかありますでしょうか。いやでもドラマでも何でもそうなんですが、最終巻というのはなんだか寂しい感じがします。以上これらが10月に買った漫画でございます。全部で17冊ですね。気になる作品はありますでしょうか。また好きな漫画ある方はぜひコメント欄で教えてください。ではありがとうございました。